最近僕、外を歩くようになりました。何か煮詰まった時ですね、アイデアがなかなか出てこないとか、仕事が思うように進まない、そういった時に本当に体を動かしながら頭を動かすだけで、ただただエンジンを回せるような感覚があります。これまで僕は、特に何の道具も使わずにそれを行っていたんですが、最近ですね、こちらのアイテムを使うようになりました。ボイスレコーダーなんですが、1個だけあるボタンを長押しすれば即座に録音が開始されます。この内容をアプリで確認することになるんですが、これがね、めちゃくちゃ精度がいいんですよ。考えていたことを思い出す必要もなく確認することができます。そんなアイテムの名前がプラウドノートプロというものです。本当にこれ外して本体だけにするとめっちゃ薄いんですよ。クレジットカード数枚分くらいの厚みです。これで声を取りつつ AI の機能を搭載しているんですね。デザインから見てみるとすごく洗練されている雰囲気、波状のデザインになっていて、触ってもちょっと食感がありますね。薄さは 2.9 ミリ、常時携帯するにも全然不便のないサイズ感ですね。でこの上の部分にはディスプレイを搭載しています。これによって現在の録音状況とかバッテリーの残量を表示してくれるんですね。液晶も画質が高くてすごく洗練された雰囲気があります。ちなみにそのバッテリーに関してはなんと50時間連続で録音が可能になっています。毎日充電しなければいけないというわけでもないので、そういった意識を外せるのもいいポイントですね。で、こういった AI ボイスレコーダー、僕最初存在には懐疑的だったんです。なぜかというと、スマホで良くないと思うから。スマホで AI 系のアプリを入れればそれで事足りるんじゃないかなと思っていたんですが、ちょっと違うんです。実際僕もこれを使う前までもさすがに散歩の時スマホは持ち歩いていました。これが必要なくなるかというとそうではなくて、むしろスマホとの相性が良い、スマホを前提に作られているデバイスでもあるんです。ここでの録音は即座にこのスマホにリアルタイムで同期されます。ハイライト入力すればその部分だけピックアップして画面に表示してくれるようになります。何かさっと文字として確認したい時にも便利ですね。プラウドノートに関してはスマホの裏につけることを割と前提として作られています。専用のこのレザーのスリーブも付属しているんですが、ここに本体を入れると裏面のマグセーフでスマホにこうやって貼り付けることができるようになります。さっと取り出しにくいとか携帯し忘れるみたいなこともほとんどありません。またマグセーフのシールを使って直接貼り付けるという方法もあります。本当に使い方とか好みに応じて使い分けられるようになっています。このプラウドノートはボイスレコーダーといえばボイスレコーダーなんですが、ソフトウェアと組み合わせることでその音だけではない幅広い組み合わせをサポートしてくれるんです。だからこそスマホありきなんですよね。例えばその場その場で写真のメモを残したいと思ったら、記録しているファイルの部分に添付するような形で残しておくことができます。声や文字だけではなくてしっかりとこの画像のような形でも残しておけるというのは使い勝手がかなり広がるなと思います。それこそ外を歩いていて使うようなシーンでは、歩いていて何かアイデアのきっかけになるようなものがあったら写真に撮って同時に保存しておけるので、ここら辺ハードはこの2つを使いながらアプリケーションを活用することで1つに統合して使うことができるようになっています。また僕外を歩く時には結構イヤホンをつけていることが多いんです。僕音楽とかポッドキャストを聞きながらの方がふわっとアイデアが出てくることが多いんですよね。ただこれ録音との両立、スマホ単体だとなかなかできないんです。皆さんのスマホでぜひ試してほしいんですが、音楽を流しながらボイスレコーダーとかをオンにすると音楽が止まるんです。当たり前の仕様っちゃ当たり前の仕様なんですが、あくまでこのプラウドノートは録音の時にはこれ単体で録音をしてくれるので、音楽やポッドキャストを何か聞きながらでも録音をすることができて、僕にとってはアイデア出しに本当に使いやすくなったなというふうに思います。そんなこんなでひたすら外を歩きながらただただレコードを回しっぱなしで録音をしていくと。で帰ってきたら録音を止めて内容を整理するフェーズに入ります。プラウドノートプロとスマホはワイヤレスで接続してボタンを押すとかなりのスピードでこの内容の文字起こし、そして要約をしてくれるようになっています。最新のプロだとデュアルバンド Wi-Fi というのにも対応していて、 Wi-Fi の5ギガ帯とか 2.4 ギガ帯っていうの分かりますかね。この2つを活用することでより高速にファイルを転送することができるようになっています。本当に帰ってきたら思いついて喋ってたことがもうすぐ文字として表示されるんですね。あ、そういえばこんなことも喋ってた、頭の中で忘れてたけどこういうことも言ってたなみたいのが結構早く出てきます。 AI のモデルは最
新世代に対応しています。チャット GPT なら GPT-5 とか Gemini 2.5 Pro とかね、今の AI って本当にこう世代ごとに性能が全然違うんですよね。技術発展の過渡期というところもあるので、最新世代が使えるか使えないかというのはストレスをなくす上でもだいぶ大きなところになってきます。こういった AI モデルの差も含めて文字起こしの性能は前モデルと比べて 15% 向上しています。パッと思い出して、誤字があったらもうすぐに訂正できるというようなレベルなので、もうだいぶボイスレコーダーとしての性能は十分高いんじゃないかなと思います。こんな感じで内容を整理してもらったらそのままチャットを開始することができるんです。これが Ask Proud という機能で、今回のノートプロの1個の目玉機能になっています。これこそまさになんかチャット GPT とか Gemini みたいので良くないと思われるかもしれないんですが、 Ask Proud を使うことによる一番のメリットはやはりこのプラウド内におけるある種自分の一番プライベートな情報をリソースにさまざまな提案をしてくれるということなんですね。直近で行ったチャットだけではなくて、過去に自分が残した音声文字ファイルをそのままリソースとして使ってくれるので、より自分に合った提案をしてくれたり壁打ちができるようになっています。過去の音声データに遡ってその音源を確認しに行くこともできるので、正確性に関しても通常のチャット AI よりも向上しているというか、自分で確かめに行けるのでね、そういった点が強みになってきます。自分によりパーソナライズされた状態で AI と相談をすることができるようになっています。こんな感じで AI ボイスレコーダーというとどこかビジネス用途というかね、機会がない人には全然いらないアイテムなんじゃないかなんて思われるかもしれないんですが、僕みたいなカジュアルな使い方においても非常に便利です。スマホでできることをよりやりやすくするというよりは、スマホでもできないようなことができるようになるというのが個人的な感想ですね。ただもちろん一般的なビジネスユースでも大活躍してくれるんです。そのための一つの機能がスマートデュアルモード録音というものです。これは何かというと、通話で話しているのか対面で話しているのかをちゃんと切り替えられるというものですね。先ほど話した通り、このスマホの背面に取り付けられるのがプラウドノードプロの一つの強みです。このまま通話を開始することで相手の声と自分の声を聞き分けつつ両方を録音できるようになっています。ただ対面での会議の時には全員が集まっている真ん中にこれを置くことによってこれもまた話し手を切り替えて記録していくことができるというものなんですね。この通話対面のモード切り替えをこれまでは自力で行う必要があったんですが、今回のプロは自動で判別して即座に適したモードで記録を行うことができるんです。やっぱり僕もそうでしたけど、新人は議事録担当みたいのはごくごく当たり前で、それで専門の用語を覚えていったり仕事のやり方を学んでいくみたいなところはあるんですが、この手を動かすっていう部分を置き換えることによって自分の頭で会議に参加できるっていうのは、ある種より理解学習を早めることができるんじゃないかなと思います。 AI で新卒の若手の仕事が減っていくなんていう話もありますが、その恐ろしさと期待感を本当に自分もこのデバイスによって肌で感じることができました。ただこの会議に関してもですね、僕歩きながらやるというのが一つやり方になってくるかなと思います。これ割と僕が歩くきっかけにもなった本であるこのまさに歩くという本があるんですが、ここでも歩きながらミーティングをするというやり方が、割と海外では一般的なものになっていて、インスタグラムとかのこのメタのオフィスの上にはその歩くミーティングのための屋上庭園みたいなのがあるほどだったりします。屋上庭園は一つの手かもしれませんが、オフィスの周りをふらっと歩きながら喋ってワンオンワンとかミーティングをするっていうのもやり方だと思います。そういった時には特にこういったプラウドノートプロが役に立ちますよね。なんせパソコンで議事録を取れないので、フランクな壁打ちだけではなくて割と記録を残しておきたいような重要なミーティングであってもこれ一つ持って出かけられるというのはかなりありがたいポイントです。録音可能範囲もだいたい5メートルくらいまでということで、外でも中でも複数人の会議でも十分に対応できる性能になっています。実はね、これ角に4つちっちゃいんですがマイクが搭載されているんです。この大きさで5メートル録音できるんですねすごい。そしてプラウドが一つ明確なメリットとして打ち出しているのはプライバシー性能の高さです。今回の動画では歩く上での使い方っていうのをご紹介しましたが、主にプラウドは企業や法人での利用みたいなところを前提としている部分もあります。重要なミーティングに関しても一定の信頼感を持ってしっかりと記録しておけるっていうのはかなり便利なポイントですね。僕も今後どこか会社に入るようなことがあればぜひぜひ使いたいななんて思いました。もちろんこれは関係者の方とか上の方に許可を取って使うのがベストだと思います。以上が
がこのプラウドノートプロとこれを使った生活とか体験のご紹介でした。先ほど話した通り AI のボイスレコーダー、まさにスマホで良くないと思っていたんですが、これ単体とは全く違う価値をこのハードとソフト両方の組み合わせによって実現してくれます。まさに音声ファイルを扱うことに最適化されたハードウェアでありソフトウェアなので、だからこそ重宝する場面があるんじゃないかなと思います。歩くというシーンはまさにその一つですし、複数人での仕事においても非常に効果を発揮します。音声って正直今のところ何よりも早い入力デバイスではあるんですよね。なのでそのメリットを存分に活かせる製品かなというふうに感じました。じゃあ僕もちょっとこのまま歩いて帰ろうと思います。では。